すする TV。 ずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、動画の前に告知というか宣伝をちょっと挟まさせていただきます。秋もね深まるこれからの季節にぴったりな、私すするのグッズであるこちらのパーカーとさらにロンティーなどのグッズをオンラインショップに入荷いたしました。ぜひねこれからの肌寒い季節にラーメン屋さんに行く時とかね、もう寝巻きとかでも何もしくて来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいですけど、たまにねすするの T シャツ着て街歩いてる方がいらっしゃってめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ズルズルのね面々にぜひぜひ来ていただきたいということで、今回ね公式 LINE 限定でお得なクーポンも配布させていただきます。詳しい方法はねぜひぜひ概要欄をチェックしていただけると幸いでございます。パーカーとかね結構厚手ですごく着心地も良くて、これからの季節にはねぴったりだと思います。私すするもねガンガン着ていきますので、ぜひぜひ概要欄の方からリンクをチェックしていただけると嬉しいです。そんな告知も挟みつつ、都内でも有数の町中華と評されるお店、こちらです。ドン。各線大井町駅から徒歩3分くらいのところにあります丸吉飯店さんにお邪魔してます。こちら丸吉飯店さんは大井町駅近くの町中華のお店になってまして、ラーメン、チャーハン、餃子の3種の神器はもちろんのこと、定食メニューも多数あり、お客さんを悩ませるねメニュー構成が素晴らしいですよね。東京チャーハンとかでネットで調べると必ず出てくるお店でもあったんで、前から行きたいと思ってたお店ということで早速向かっていきましょう。というわけで大井町駅に降り立ちました。ここら辺ってなんか意外とラーメン屋さん多いエリアなんですよね。有名どころでいくとね、中華料理の永楽さん、あと、二郎系のねノスタさんとか、あとね個人的な好みで言うと二郎系でもねスモールアックスっていうなかなか渋めの二郎系のお店があったりするんですけど、今回ねこの丸吉飯店さんというねお店に行こうとしてて、ここがね中華料理の結構名店らしくて、西小山の方にもお店があるらしいんですよね。でやっぱ町中華のお店なんでラーメン以外のメニューもいろいろあるんで、たまにはそっちも食べたいよねっていうねやっぱすする TV なんでね、もちろんもうラーメン縛り、縛りとか食べたくてラーメンすすってるんですけど、町中華行くとやっぱちょっと気持ちが揺らぎますよね。もっと胃袋がでかかったら本当そういうの食べてみたいなと思うんですけど、やっぱ結局なんかラーメンと半チャーハンみたいな感じになっちゃうんで、余裕あったら餃子も行こうかなとか思ってますけど、そこら辺が悩みの種というか、近っていうかもう着いちゃった。早速着きましたんで、それでは丸吉飯店さんすすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ丸吉飯店さん注文制です。豊富すぎるメニューにたじろいでしまいましたが、今回はラーメンと半チャーハンがついてくるランチセットと赤文字で書かれた餃子もお願いしました。お店は2階席もあり、なんとすする TV の視聴者さんもいて声をかけてくださり嬉しい気持ちに。めっちゃ嬉しいっすね。あと3日で海外に行かれる方とのことですごい偶然、本当に日本最後の町中華を思いっきり楽しんでくれよなとエールを送りながら待ってるぞー。こちらが丸吉飯店さんのランチセット1番と餃子です。ラーメン、半チャーハン、餃子という町中華3種の神器といえる最強の布陣がここに集っている。油のあまり浮かない醤油スープは雰囲気ありありで、半チャーハンにコーンが入っているのも気になる。店内で丁寧に手包みしていた餃子もうまそうだぞってことでいただきます。ではまずスープから。うまい。さっぱりとした鶏ガラ味ながら両頬をじゅんわりと脈動させる伸びのある醤油だれが広がり、コクがあって癖になる味わい。町中華ながらラーメンもしっかり美味しいのは嬉しいポイントで、サブマリン東宝のように伸び上がります。さてお次は麺とご対面を果たし1、2のすずドリーン。麺は大橋製麺製のもっちり中細麺でウェーブを帯びているが、特に変わったところはないものの飾らない感じが好印象。醤油スープをまとってゾルンとすすれる安心感のあるやつで、こういうのでいい、こういうのがいいを体現したもの。丸吉飯店さんいいですね。さあ今度は縁が好調したチャーシュー。恥ずかしがらずに一口で食らう。肉質しっかりながらジューシーで味しみもしっかりの美味しいチャーシューで、醤油がうまいからこそチャーシューもうまいのだろうかという説をここ最近頻繁に唱えています。そしていよいよ半チャーハンに手を伸ばしパクリと食らってみましょう。ベリン。しっとりとしつつ味のバランスも良く、求めているチャーハンが今目の前に、いや次々と口の中に運ばれていく。コーンの甘みもそれはそれで良きアクセントで、やはりスープと合わせればエターナル&エターナル。町中華の醍醐味を存分に楽しんでいってます。それではここで酢醤油の用意。餃子をトトンとつけたらはい食らう。
まっ。餃子うまい。パリもち。めっちゃうまいこれ。このようにすするしも申していますが、皮は厚めでパリもち食感、あんもジューシーで食べ応えバチリ。かなりボリューミーなのでラー油で味変も試してみると程よい辛さとパンチでこちらも箸が進みます。てな感じで完全にラー油味変にハマったすするはバクバクと餃子を食べまくり、チャーハンと合わせて町中華コンビネーション発動。ここから5ターンは MP を一切消費せず必殺技を打ち放題というわけで、スープをどっぷり吸ったお麩を食らって終盤まで放置していたのでかなり濃い味になっていることにびっくり。ラーメン自体も麺量はしっかりあり、半チャーハンも餃子もボリューミーでかなり満腹大満足状態になったならば、爆食街道まっしぐらで四方八方走り回ったら本日も完食です。大変美味しくすすれました。今回食べたどのメニューもうまかったので、今度は他の定食メニューも食べに行きたいです。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。丸吉飯店さん行ってきたんですけれども、いやめっちゃうまかったっすね。餃子も追加して本当に良かったと思いました。お店入ってね、ちょっと店員さんとかとちょっと話してたんですけど、横でそのスタッフさんたちがなんか餃子を包んでて、なんかそれ見せられたらちょっと後から追加したくなっちゃうなと思って、しかも2階のねそのメニューのところの餃子が赤文字になってたし、これはちょっと熱いんじゃないかと思って餃子もいっちゃいましたが、いや餃子も美味しかったです。皮が美味しい。パリもちのもうパリもちをほんと具現化したような皮でした。皮が美味しいし、なんか中のねあんも結構こう滑らかジューシーな感じで、いやいい餃子でしたねあれね。そしてチャーハンもね、チャーハンちょっと珍しくコーンが入ってるスタイルのチャーハンだったんですけど、結構しっとりめな感じで、味付けもねしっかり、やっぱ醤油がうまいんだろうな多分。味付けがすごく絶妙な感じで、ほんのりね香ばしさもありつつ、卵とかチャーハンとかなんかふっくら感もありつつね。あとね個人的にはねラーメンがめちゃくちゃうまかったんだと思う。本当にラーメンがすごく美味しかった。スープがめちゃくちゃうまい。もう結構ねキレのある醤油味って感じだったんですよね。まあ昔ながらのこう鶏ガラベースのスープではあったんですけど、醤油がねすごい主張してくれてて、でなんかこう両方に染み渡るようなこうなんかジュワーンっていうこう旨味の広がり方のある醤油味、ああいう醤油ラーメンめちゃくちゃ好きなんで、なんか町中華の醤油ラーメンとはいえど全然こう侮れないというか、もうこういうのでいいんだよって、もう完全にこういうのでいいんだよ状態入ってましたねあれは。麺もこう硬からず柔からずって感じで、大橋製麺製の麺だったんですけど、もう滑らかなつるんとしたすすり心地で、醤油スープをねしっかりと絡めして、いやラーメンが美味しかったなやっぱ。まあもちろんねチャーハンと餃子もめちゃくちゃ美味しかったんですけど、ラーメンが美味しくてすごく僕は嬉しかったですね。お昼からもう炭水化物爆弾ですよね。もうラーメンチャーハン餃子って冷静に考えたら全部炭水化物ですからね。なかなかの炭水化物法をかましてしまいましたが、いやでも大満足だったんで、もうこれはもう良かったですね。もう最高です。眠くなってきたマジで。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、丸吉飯店さん、炭水化物のトリプルコンボやお腹いっぱいでした。